ワールドウォー2ギアックにようこそ。第二次世界大戦のアメリカ兵にとって銃剣は単なる武器だったんでしょうか。いや、それとももっと大きな存在だったのかもしれません。戦闘での役割から缶切りや地図のスケール代わりといったちょっと意外な使い道まで、銃剣が果たした実に多彩な役割を深く掘り下げていきたいと思います。兵士たちのサバイバルにどう寄与し、その形がどう進化していったのか一緒に見ていきましょう。もし今回の動画を楽しんでいただけましたら、高評価とハイプをお願いします。また最新の動画をお見逃しないようにチャンネル登録もお願いします。今日のテーマは銃剣です。正直このテーマを聞いた時、少しマニアックかなって思ったんですけど、調べてみるとこれがものすごく面白いストーリーなんですよね。そうなんですよ。実はこれ一つのテーマで見ることができるんです。兵士と敵との戦う距離がどう変わっていったのかという戦術の歴史そのものなんですね。へー、戦う距離の歴史ですか。面白い視点ですね。このたった一本の鋼のナイフの形が変わっていくことが兵たちにどんなスキルが求められるようになったのか、その変化を見事に物語っているんですよ。なるほど。じゃあそもそも銃の先にナイフをつけるっていうアイディアはどこから来たんですか？直接のルーツはですね、17世紀のフランスと言われています。でもその考え方の根っこはもっと古くて、中世の騎士が持っていた槍と剣にあるんです。槍と剣、遠距離用と近距離用の武器ですね。その通りです。銃が戦場の主役になっても、最後は兵士同士が近くで睨み合う、いわゆる白兵戦はなくならなかった。はいはい。弾切れとか不意打ちを食らった時とか、そういうもしもの時に銃を一時的に槍に変えるための装置、それが銃剣だったんです。なるほど。あくまで最後の最後のお守りというか保険のような存在だったわけですね。そしてその銃剣が第二次世界大戦のアメリカ軍で一つの大きな転換期を迎えるわけですね。まさに全ての始まりは1936年に正式採用された M1 ガーランドという銃の登場でした。出ましたね、 M1 ガーランド。はい。それまでの一発撃つごとにボルトを動かして次の弾を装填するライフルとは違って、引き金を引けば次々に弾が出る半自動小銃。この銃を手にしたことで他の国の兵士を圧倒する連射速度を手に入れました。まさに歩兵戦闘における革命でしたね。でもここが面白いところで、こんな最新鋭の銃になぜかものすごく古いタイプの銃剣が組み合わされたんですよね。そうなんです。採用されたのは M1905 銃剣。 M1905。これは一つ前の M1903 ライフル用に作られた長い銃剣でした。写真を見ると本当に長いですよね。ほとんどショートソードみたいに見えます。刃の長さだけで16インチ、約40センチもありましたからね。40センチ？そんなに長かったのは何か理由があったんですか？そこには第一次世界大戦の頃の少し古い戦争の考え方が残っていたんです。例えば敵が掘った穴、塹壕に飛び込んで戦う時や、まだ恐れられていた騎馬隊に対して兵士が槍のように銃を構えて壁を作るといった戦術ですね。最新の半自動小銃に槍の穂先のような古い銃剣、このちぐはぐな組み合わせこそがまさに戦術が変わっていき途中だったことを示しているんです。でもそのちぐはぐな関係は長くは続かなかったわけですよね。戦争の厳しい現実がこの長すぎる銃剣にノーを突きつけました。特にアメリカ軍が苦しんだ太平洋戦線のジャングルです。確かに密林の中では長いものは邪魔になりそうですね。その通りです。木の枝やツタに引っかかって素早い行動の妨げになった。そもそもがヨーロッパの開けた戦場を想定した武器だったんですね。それともう一つ、もっと切羽詰まった問題もありました。というと？資源の問題です。戦争が長引くにつれて武器を作るための鋼鉄が足りなくなってきた。そうなると40センチものの高級な鋼の塊は無駄遣いだと見られるようになったんです。ジャングルでは邪魔で資源も無駄遣い。これは対策が必要になりますね。はい。そこで1943年に新しい M1 銃剣が採用されます。M1 銃剣。刃の長さは10インチ、約25センチになりました。15センチも短くなったんですね。そして興味深いのは、新しく作るのと同時に倉庫に山のように残っていた古い銃剣の先端を切り落として再利用したんです。文字通り切り詰めたわけですか。戦時中ならではの工夫というか。
まさに刃の先を研ぎ直して新しい M1 銃剣として再び戦場に送り出した極めて合理的なリサイクルです。しかも話はそこで終わりじゃないんですよね。そうなんです。切り落とされた先端部分の鋼も無駄にはならなかった。なんと家庭菜園用のクワなどの農具に作り変えられたという記録があるんです。うわー、それはすごいですね。まさに総力戦を象徴するエピソードですね。はい。でももちろん本来の目的は戦闘ですよね。短くなってジャングルでも使いやすくなったこの新しい M1 銃剣は実際の戦場で兵士の命をどう守ったんですか？ええ。まず思い浮かぶのはやはり白兵戦です。基本は突きですね。突き。腕の力だけじゃなくて体全体の勢いを使って敵の喉元を狙う。はい。ただ実戦では単に突くだけではなかったんです。例えば銃の後ろの硬い部分、銃掌を使った打撃、殴るわけですね。あるいは相手の体勢を崩したり、これらは特に日本兵に対して効果的だったという話もあります。銃声が出せない状況、例えば夜間の偵察とかでは銃剣の重要性がさらに増したんでしょうね。はい、夜間パトロールなんかでは銃声は位置を教えてしまう自殺行為になりかねませんから、音を立てずに敵の歩兵を無力化する手段としてこれはもう不可欠でした。特に視界の悪いジャングルだと静かに待ち伏せすることで心理的な優位にも立てたようです。物理的な武器としてだけじゃなくて心理的な兵器でもあったわけですね。そして戦闘におけるもう一つの重要な役割が地雷や罠の探索でした。金属探知機を使うイメージがありますけど。もちろんそれが基本です。でも探知機がなかったり、あるいは金属以外の素材でできた地雷だったりする場合、そういう時銃剣を前の地面に浅く斜めに刺しながら一歩ずつゆっくりと進んでいきました。もし先に硬いものが当たればそれが地雷かもしれないと。うわー、慎重な作業ですね。命を懸けた作業です。まさに。しかしここからがこのテーマのもう一つのハイライトでして、銃剣が兵士たちの命をつないだのは戦闘の瞬間だけではなかったんです。まさにそこなんですよね。むしろ戦闘以外のもっと日常的なサバイバルの中でこそ銃剣の進化が問われたと。そうなんです。戦場での生活は戦いそのものと同じくらい、時にはそれ以上に過酷です。兵士たちは生き残るために身の回りにあるあらゆるものを道具として使いました。そして銃剣はその中でも最高の万能ツールだったんです。例えばどんな使い方を？意外なところで言うと医療の現場での使用です。武器を医療にですか？はい。戦闘で仲間が骨折した時、応急処置として動かないように固定するための添え木が必要になります。はい。ちょうどいい木の枝が見つからない時、銃剣がその役割を果たしたんです。まさに戦場の即興知恵というか。それと出血がひどい時に止血帯を固く締めますよね。そのための回転棒としても使えたんです。それは文字通り命を救いますね。それからさらに意外なのが、地図の読み方を教えるマニュアル FM21-25 に出てくるんですが、兵士に畜尺っていう少し抽象的な概念を理解させるための教材として、なんと M1 銃剣そのものが使われているんです。刃の長さがちょうど10インチでしたよね。はい、綺麗な数字ですね。この長さを基準にして定規のように地図の上の距離を測ったんです。なるほど。よく考えられていますね。あくまで教育ツールとしての役割ですね。とはいえですよ、銃器なんてない戦場のど真ん中で長さが正確にわかる10インチの鋼鉄の板が手元にある。これ実際はかなり役に立ったんじゃないかなって思いますけどね。確かに。そして兵士にとって一番身近な生活の課題、食事の場面でも銃剣は欠かせなかった。そうなんです。野外で調理をする際にですね、兵士たちは地面に小さな溝を掘ったんです。溝ですか？一種のかまどですね。その中で焚き火をすると熱の効率がぐっと上がるんですよ。なるほど。その水を掘るのにシャベルの代わりに？そうです。銃剣を使ったわけです。
硬い地面を掘るのには丈夫な銃剣はまさにうってつけだったと。へえ。これ実は野戦共犯、つまり軍のマニュアルにも記載があるほど正式に認められた使い方だったんです。マニュアルにまで載ってたんですか？それならもう兵士も堂々と使えますよね。ええ。でも兵士たちが最も頻繁に行っていた、軍が固く禁じていたもう一つの方の使い方、こっちの方が兵士たちにとってははるかに切実だったように感じます。まさにそれが缶切り問題ですね。当時のレーション、戦闘糧食はほとんどがブリキの缶に入っていたんです。ええ。で本来は缶を開けるための小さなキーがついていたんですけど、それをなくしてしまう兵士がとても多かった。あるいは部隊用の大きな缶詰で手元に缶切りがない。そんな時お腹を空かせた兵士たちがどうしたか。目の前に銃剣があればそうなりますよね。先端を突き立ててこじ開けると。ええ。これが日常茶飯事だったようです。いや、それは兵士の気持ちもわかりますよ。ですが缶詰の硬い蓋をこじ開けると大事な刃先がダメになってしまう。これが上官に見つかると厳しく罰せられた。いざ白兵戦になった時に刃こぼれした銃剣では武器としての性能が落ちてしまうと。まさに今この瞬間の空腹を満たすという兵士個人の必要性が万が一の戦闘に備えるという軍隊全体の目的と衝突したわけです。この缶切り問題は銃剣が兵士個人のサバイバルツールであると同時に軍隊の規律を守らせるための対象でもあったという、その二重性を物語っていますね。ええ。そしてこの武器からツールへという流れは結局銃剣そのものの進化の歴史とぴったり重なっていくんですね。はい、その視点がこの話の大切なゴールになりますね。ええ。第二次世界大戦を通して機関銃などの自動火器の火力が飛躍的に向上し、戦場を支配するようになりました。その結果兵士同士が直接刃を交える白兵戦の機会は激減していった。だから敵を突くことだけを考えた長い銃剣は戦術的な必要性が薄れていったんです。その流れを決定的にしたのが大戦中に登場したもう一つの自動小銃 M1 カービンとその専用銃剣でした。この M4 銃剣の設計思想はそれまでの銃剣とは全く違っていました。敵を突くことだけを第一に考えた武器ではなかったんです。形そのものが現代のサバイバルナイフに近いものになったんです。つまり鋭い刃先はもちろんですが、それ以上に木を削ったりロープを切ったり弾薬箱を開けたりといったさまざまな作業に使える汎用ナイフとしての側面が強く意識された設計になっていました。純粋な殺傷兵器から兵士の生活全般を助ける多機能ツールへ、その役割をここで明確に変えたわけですね。まさにその通りなんです。軍が公式にその役割の変化を認めたと言えるでしょうね。兵士と敵とが戦う距離が数メートルから数百メートルへと伸びていく中で、兵士の最後の拠り所となる武器もまた敵を倒すための道具から自分が直面する問題を解決するための道具へと姿を変えていった。それは戦争そのものがより機械的で非人格的なものへと変わっていくプロセスを象徴しているようにも聞こえますね。銃剣というたった一つの道具を深く見ていくだけで、技術の進歩から戦術の変遷、そして極限状況に置かれた兵士たちのリアルな生活までが見えてくる。いやー、本当に深いテーマでした。今回の探求はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。この話面白いと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録と高評価で応援してください。それではまた次のテーマでお会いしましょう。ありがとうございました。